バカも休み休み言え、この見えっ張り野郎。同級生はみんなの前で俺のことを笑った。なぜ笑うんだろう。こんなにも人をバカにしたような笑顔は見たことがない。彼は俺が自分と同じ立場になったことをどうしても認めたくないらしい。無能のお前が婚姻とか嘘つけ。ありえねえだろ。嘘つきは彼の専売特許だ。俺は真実しか話していない。名刺を見せてもよかった。証拠を見せればみんな納得するだろう。だけど酔った同級生はヘラヘラ笑いながらその場から立ち去った。もういい。どうでもいいことだ。俺は嘘つき扱いされたまま会場を後にした。俺の名前はケント、42歳、銀行員をしている。うちは両親とも銀行勤めで、俺はいわゆるサラブレッド。小さい頃から漠然と将来は銀行員になりたいと夢見ていた。そんな俺の勉強を見てくれながら母はしょっちゅうこんなことを言った。いい？ケント、人様のお金を預かれるのは正直で誠実な人だけなの。嘘つきはダメ。わかる？いつか銀行員になりたいなら嘘つきにだけはなっちゃダメよ。行員にミスと嘘は許されない。と父からも耳にタコができるほど聞かされた。そんな両親のもと、自分で言うのもなんだけれど、俺は貧困法制で知的な子供に育った。経済的に余裕があって何不自由ない生活。実に恵まれた子供時代を送っていたと思う。不満もなく何の問題もなかった。ただ一つ、登との嫌な関係を除けば。同級生の登は小学生の頃から困った男だった。お調子者で目立ちたがり屋で、何かというとすぐに俺と張り合ってくる。特に対抗意識を燃やされて辟易したのは学校の成績だ。テストは必ず順位がつく。登は常に順位のために勉強しているようなところがあって、俺は共感できなかった。常に将来のための学びを意識しなさいと両親から教わっていた俺とは根本的に違う。成績上位者同士、切磋琢磨してお互いを高め合うという道もきっとあっただろう。だけど登はそういう前向きでフレンドリーな考え方の持ち主じゃなかった。彼は自分よりも成績がいい俺のことを妬んで、あれこれ嫌がらせをするようになった。数ある嫌がらせの中でも、登が一番得意だったのは、嘘の噂を流すこと。陰であることないこと言いふらして、俺の評判を下げようとしていた。俺見たんだ。ケントのやつ、カンニングをしてた。あいつ、マジで最低だよ。そんな噂が流されていると知った時の、あの衝撃は忘れられない。最低なのはどっちだろう。俺はすぐに登にやめてくれと訴えた。俺はカンニングなどという不誠実な真似はしない。一度もしたことがない。テストを受ける目的の一つは自分がどこを理解していないのかを知ること。カンニングなんかしたらそれがわからなくなる。そんなもったいないことはしない。だけど俺が何をどう訴えても、登は、いいや、俺は確かに見た。というばかり。最後には逆ギレしてクラスメートの前で俺のことを卑怯者呼ばわりする始末だった。小学生だった当時、誠実で正直な俺は同時に繊細でもあった。自分に関する悪い噂のせいでそれなりに傷ついたし、成績も若干下がった。登の思惑は見事に当たったわけだ。今思い返しても腹立たしいことこの上もない。うちの両親は息子の様子がそれまでと違っていることにすぐに気がついたらしい。学校で何かあったのかと尋ねられた俺は、登から嫌がらせを受けていることを話した。登くんってクラスメートの登くん？いやね、親子揃って。
そこで俺は、登の母親が自分の母と同じ銀行に勤めていることを初めて知った。実は同じ頃、うちの母もまた同僚である登の母親から嫌がらせを受けていたのだ。しかも陰であらぬ噂を流しまくって相手の評判を下げるという手口まで同じだった。お母さんもね、実は支店長の愛人だとか、そういう嘘の噂を流されてすごく迷惑してるのよ。やめてくださいって本人にお願いするんだけど、何のことって知らんぷりされるし、本当に最悪。ため息をつく母。俺には痛いほどその気持ちが分かった。登が俺にばかり対抗意識を燃やしてくる理由も理解できた。自分と同じで親が銀行員である俺にだけは絶対に負けたくない。というわけだ。ただ相手はやめろと言われてもやめない。放っておけばどんどんエスカレートするだろう。これから一体どうしたものか。母も俺もため息を禁じ得なかった。母と俺からそれぞれ話を聞いた父は、名誉毀損だな、とつぶやいた。場合によっては警察に訴えてもいいくらいのとても悪質な事案だという。父は銀行の法務部に勤めていて、権利の侵害や違法行為に人一倍敏感だった。だけど、どれだけこちらが傷ついていても、向こうは単に悪い噂を流しているだけ。訴訟を起こすことなんて現実的じゃない。そこで、まずは学校側に訴えようという話になった。成績が落ちた原因について話したいという俺の求めに、担任はすぐに応じてくれた。放課後、空いている教室に集まったのは、担任と副担任と登と俺の4人。登から嘘の噂を流されて迷惑しています。俺は素直にそう被害を訴えた。登くんは僕がテストでカンニングをしているって言うんです。知ってただろ？俺は見たんだからな。先生、嘘じゃありません。本当です。ムキになって間違いなく見たと繰り返す登。すると担任はそんな登にもっと具体的に説明してほしいと求めた。見たのはいつのテストの時か、カンニングの方法はメモでも覗いていたのか。登はそれらの質問に逐一答えていたけれど、今一つ具体性に欠けていた。担任もそこが気になったのだろう。なんだか疑わしいような複雑な表情をしていた。そして指摘した。そもそも登の席からケントの手元なんか見えないよね。と。登はハッとした様子だった。俺も改めて言われるまでまるで気づいていなかった。登の席は俺の斜め前の方向にある。テスト中に俺が何をしているかわかるわけがない。嘘を暴かれた登は顔を真っ赤にして、それでも見たんだと繰り返した。最後には俺と担任が結託して自分を陥れようとしているといったことまで言い出した。この担任とのやりとりを経て、登の虚言癖は鳴りを潜めたか。そんなことはなかった。むしろ開き直った登は余計に俺と家族に対する悪い噂をたくさん流し始めた。当事者として感想を言わせてもらうと、どれもこれも荒の目立つ乱暴な嘘だったと思う。親が詐欺に手を染めているとか、家族揃って密輸犯であるとか、実は宇宙人であるとか。しかも悪いことにそれらの悪い噂は俺たちが同じ中学校に上がってから流され始めた。新しくて慣れない環境、多感な時期、周囲からの疑わしげな視線、繊細な俺には応えた。結果、すっかり萎縮した俺は、登の嘘に対して反論することからも逃げてしまった。待っていたのは、いわれのない非難と孤独な学校生活だ。成績はなかなか伸びなくなった。一方で、俺を追い落とした登は調子づき、いよいよ声高に俺をバカにし始めた。よう、ケント、この無能野郎。お前さ、ちょっとは勉強しろよ。授業についていけてないみたいじゃないか。今度のテスト何位だった？
またカンニングしたのか。俺は誓ってカンニングなんかしていない。だけど、いくらそう主張しても、中学校では登に勝てなかった。やつは声が大きくて、自己主張が強くて、嘘をついてでも自分の都合を優先しようとする。繊細で気弱でおとなしい俺に、そんな嘘つきモンスターの相手なんか務まるわけがない。中学校3年間、俺は毎日のように登から無能呼ばわりされ、辛い思いをし続けた。登とは距離を置いた方がいい。家族会議の結果、俺たちは当然のようにそう結論付けた。だから進学先の高校を選ぶとき、最初に気にしたのは登がどこに行くか。不用意に選んだ高校があちらの進学先とかぶっていたら、俺はきっとまた苦しめられる。もしそうなったら成績は伸びず、友達はできず、とにかく最低最悪な高校生活になるだろう。その後、慎重に行動したところ、なんとか俺は登とは別の高校に進学することができた。おかげで高校では中学生の頃のように嘘の噂に苦しめられることは一切なかった。ただ、俺はそうやって嫌な相手と距離を置けたけれど、母の場合はそうはいかない。登の母親は同じ銀行の同じ支店に勤める身。嫌がらせは避けられなかった。息子の登くんと同じよ。虚言癖があるとしか思えない。本当に迷惑。銀行業務では行員同士のコミュニケーションも重要らしい。それなのに登の母は行員たちの輪を乱すばかり。とても厄介だという。後に母は独自に登の母親の嘘の証拠を集め、ここぞという場面でそれを披露した。登の母親がどんなに嘘つきで卑怯な女かを同僚たちの前で鋭く指摘したのだった。数週間後、嘘を暴かれて居場所をなくした登の母親は銀行から去っていったそうだ。高校を卒業した俺は大学に進学した。そして在学中、家庭教師のアルバイトをして貯めたお金で語学留学を経験した。銀行員にも英語力はいる。海外で展開されるプロジェクトに関わることもあるからだ。外国での資源開発や設備投資に対して融資するとき、行員が直接やり取りできた方がいい。2年ほどの語学留学の後、残りの単位を取得して就職活動をしていた時のことだった。俺は街中でたまたま登と会った。彼は4年で大学を卒業して普通に就職していた。おい、無能、聞いて驚け。俺はついにメガバンクの行員になったぞ。なんと、登は今、大手3行のうちの一つで働いているという。名刺も渡された。どうやら今回ばかりは得意の嘘ではないようだった。羨ましい。俺が素直にそうこぼすと、登はこちらを大いに見下してきた。お前は就活中だって。無職ってことか。哀れだな。無能にはお似合いの境遇だな。せいぜい頑張れよ。生活資金を借りたくなったら俺に連絡しろ。登は言いたいことだけを言ってさっさといなくなった。ずっとライバル視していた俺に圧倒的な差をつけたことがよほど嬉しいのだろう。この出会いが俺に火をつけた。こうなったら意地でも銀行員にならないと気が済まない。あんな嘘つきでもなれたんだ。語学留学までして自分を磨いた俺になれないわけがない。嫌味で鬱陶しくて腹立たしい。そんな登の存在に感謝したのは初めてのことだった。街中での登との出会いから十数年の月日が流れた。俺は子供の頃からの目標通り銀行員となり、忙しい毎日を送っていた。そんなある日、マンションに一通の招待状が、中学校の同窓会の案内だった。思い切って参加してみると、案の定と言うべきか、会場では登が幅を利かせていた。よう、ケント、久しぶりだな。相変わらず無職なのか？もうすっかり出来上がっているらしい。
登の顔は真っ赤だった。彼は自分の方が先に、しかもメガバンクに就職したことを自慢し始めた。入って数年は法人営業、中小企業を相手に融資の提案や事業戦略の立案をしたという。その後は大企業案件を持ったり、海外でのプロジェクトに関わったりしているのだとか。なるほど。華々しい活躍で収入も多いようだった。羽振りの良さは態度から伝わってくる。ただ、俺だって今は登に全く引けを取らない。無職だった頃とは何もかも違う。俺も銀行員になったよ。登と同じだな。はあ、バカも休み言え。この見えっ張り野郎。登はみんなの前で俺のことを笑った。どうして笑うんだろう。俺が見えっ張りだって。まさか俺が嘘をついているとでも言うのだろうか。そのまさかだった。登はどうしても信じないつもりらしい。俺が自分と同じ銀行員になったことを絶対に認めないという態度だった。無能のお前が行員とか、嘘つけ。ありえねえだろ。なぜありえないと思うんだ？俺は無能じゃないし、嘘も言っていないよ。嘘は登の専売特許だろう、とまでは言わずにおいた。下手に挑発したら、この男はどんな暴挙に出るかわからない。ともあれ、俺が行員になったのは本当だ。俺は真実しか話していない。名刺を出してもよかった。証拠を見せれば、登だって納得するだろう。だけど、すっかり酔っ払った登は、笑いながらあちらへ行ってしまった。捕まえて説明しようとしても、向こうはまともに俺の話を耳に入れようとしない。結局、俺は自分の勤め先を詳しく話せないまま、同級生たちと別れることになった。後日、俺は支店長としてある支店に配属された。行ってみて驚いた。行員の中に登の姿があったからだ。向こうも俺と同じか、それ以上に驚いていた。引きつった顔は真っ青だ。信じられないという表情のまま、どうして、なんで、としきりに繰り返している。マジで行員になってたのか？っていうか、支店長。どうしてケントが？おかしいだろ。俺の方が先に銀行員になったのに、めちゃくちゃ頑張ってきたのに。確かに俺は、登の後を追うようにして入行した。先に銀行員になった彼の方が知識は豊富だし、実績もあったはず。順当に昇進したとしたら、支店長になるのはきっと登の方が先だっただろう。だけど、そうはならなかった。俺が出世コースを駆け上り、登を追い越したからだ。支店長として言っておきたいことがある。登、もう嘘の噂を流して、俺の評判を落とすのはやめてくれ。小学校でも中学校でもやられたけど、あれ、すごく迷惑なんだ。俺は行員みんなの前で登にそう釘を刺した。その時の彼の顔と言ったらなかった。赤くなったり青くなったり大忙し。悔しそうに唇を噛んだ登は震えながらうつむき、やがてその場から立ち去った。その後、功を焦ったのだろう。登がありえないミスを連発した。優遇金利を適用すべき客に店頭の基準金利で書類を作成したり、記入ミスをしたり。しかも、それらのミスをリカバリーしようと勝手な行動をとって、さらに失敗を犯した。登の独断専行が客にも内部にも迷惑をかけた形だ。とても言い訳はできなかった。その上彼は、よせというのに、子供の頃と同じように、俺に関する嘘の噂を流し始めた。最悪だ。支店長の悪評を垂れ流して、客からそっぽを向かれたらどうするつもりだろう。俺は母がそうしたように、登の嘘の証拠を集めて、みんなの前で丁寧に反論した。登、嘘はもうやめろと言っただろう。正直で誠実な人間になれ。銀行員だからじゃない。それが一人の社会人としてあるべき姿だからだ。そうじゃないか。俺から諭された登はがっくりとうなだれた。彼の評判は地に落ちた。ミスの連発は本社にも伝わった。登が左遷の浮き目にあったのはそれから数ヶ月後のことだ。
俺は壮行会を開こうとしたけれど、登からは必要ないと拒否された。これ以上惨めな思いをしたくないのだそうだ。彼は勘弁してくれと泣いていた。その後、登はより不幸な道をたどることになったようだけれど、俺は詳しく知らない。登がいなくなってからというもの、靴の中の小石が消えたようなすがすがしい気分だ。支店長の業務はやりがいがあるし、年老いて引退した両親も応援してくれている。俺はこれからも銀行員の仕事に情熱を傾け、定年まで職責を全うしようと思う。